このビデオでは私が出版した本市場原理は市場原理かのプレゼンテーションを行います。本の内容が討論形式なのでタイトルを疑問形にしましたが、私の主張は市場原理は市場原理であるというものです。なぜ市場原理が市場原理であると言えるのかをこのビデオで解説したいと思います。第1章、市場原理市場主義とは何か。市場原理とは市場経済の原理です。市場経済とは参入障壁のない市場で商品の自由評価、つまり自由な価格設定、自由選択ができる経済です。参入障壁を設けたり、価格設定に干渉する統制経済、政府が生産活動を行い、消費者に配給を行う社会主義的な計画経済は市場経済ではありません。市場原理を経済に適用すると市場経済となりますが、政治に適用すると民主主義になります。すなわち、民主主義政治とは、参入障壁のない選挙、つまり普通選挙で、複数の政党が提示する政策を自由に評価し、投票を通じて自由選択できる政治ということです。この点で制限選挙の民主主義政治や独裁政治とは異なります。民主主義政治は国民が税金という対価を支払って行政サービスを受けるという点で経済活動ですが、政策マーケットで配分される権力という希少財は直接金では買えないので、民主主義政治は市場経済とは独立したシステムとみなす必要があります。市場原理を文化に適用すると表現の自由が肯定されます。表現の自由がある文化市場では、参入障壁のないメディアで表現の産物である作品が自由に評価され、自由に選択されます。ちょうど市場経済で良い商品が、民主主義政治で良い政党が多くの人によって評価され、選ばれるように、自由な文化市場では作品が少数のエリートによってではなくて、多くの人によって評価され、選ばれます。こうした自由な文化市場の在り方は、言論統制や検閲を行う抑圧的社会とは異なります。自由な文化市場は、作品が売買されているという点で経済的な市場ですが、文化市場で配分される名声という希少財は直接金では買えないので、文化市場は経済的な市場とは独立したシステムとみなす必要があります。このように定義された市場原理を私は市場の、すなわち最高の原理とみなしているのですが、だからといって市場原理が万能であると主張しているのではありません。判断しているのが神ではなくて人間である以上、間違うことは当然あります。それにもかかわらず、市場原理による意思決定は、少数のエリートが独占、あるいは寡占を行っている時の意思決定よりも3つの点で優れています。第一の長所は視点の多様性です。エリートはエリートの選別方法が確一的であるほど視点が偏ります。第二の長所は、市場は自分たちの判断の過ちを早く素直に認め、機動性に富む対応をすることができるところにあります。エリートはプライドが高く、官僚は無謬性の原則に固執するので、なかなか間違いを修正しません。第三の長所は、エリートが独占的な権力を握っている場合、特定の利益団体と
癒着する危険性があるのに対して、そのリスクが分散され、結果として利害の公平さがもたらされているところにあります。かつてウィンストン・チャーチルは下院での演説の中で次のように言いました。民主主義が全知全能であると見せかけることは誰にもできません。実際、民主主義は最悪の政治形態と言われてきました。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けばの話ですが、いかにもチャーチルらしいウィットに富んだ言い方ですが、この言い方を借りるなら、市場経済も反対派からは最悪の経済形態と言われていますが、実際にはこれまでに試みられてきたどの経済形態よりもマシということになります。表現の自由についても同じことが言えます。以上を要するに、市場原理至上主義とは、市場経済はそれ以外の形態の経済よりも優れている。民主主義政治はそれ以外の形態の政治よりも優れている。自由な文化はそれ以外の形態の文化よりも優れていると主張する立場です。第2章、自由主義の意味の歴史的変遷。私が言うところの市場原理至上主義は、世間では自由主義と呼ばれています。本書でも私は自由主義者として登場します。それではなぜ市場原理至上主義という仰々しい言い方をするのかといえば、それは自由主義という呼称があまりにも曖昧だからです。自由主義という日本語はリベラリズムの訳語として明治時代から使われています。18世紀後半以降のヨーロッパではレッセフェールの経済学がもてはやされていたので、リベラリズムは自由放任的な経済政策を正当化する思想として支持されていました。ところが19世紀の後半から自由放任的な経済政策が疑問視されるようになりました。そこで1908年に英国の首相になった自由党のアスキスは、従来のレッセフェール路線を軌道修正し、個人の自由を守るために政府が福祉に力を入れるなど、積極的に市場に介入する新しいリベラリズムを提唱しました。今日、英国では、この新しいリベラリズムは、古典的自由主義とは区別して、社会的自由主義と呼ばれています。米国では、民主党が古典的自由主義を支持していましたが、1912年に新しい自由の理念を掲げて大統領に当選した民主党のウィルソンの時から、労働者保護の規制を強化するなど、介入主義的な政策を打ち出すようになりました。民主党のリベラリズムは、世界恐慌を公共事業で克服しようとしたフランクリン・ルーズベルトの時に急速に左傾化し、その結果、リベラリズムが進歩主義や革新主義という意味のプログレッシビズムと区別がつかない意味になってしまいました。1970年代にスタグフレーションの弊害が顕在化すると、世界的に大きな政府が疑問視されるようになりました。1979年に英国首相になったサッチャーによるサッチャーリズムはその象徴です。彼女は国営事業の民営化や市場の自由化などによって英国病を克服しようとしました。古典的自由主義が再評価されるにつれて、その自由主義を何と呼ぶかが米国では問題となりました。
ヨーロッパでは古典的自由主義と社会的自由主義が区別されていますが、米国ではリベラリズムが社会的自由主義しか意味しません。これはヨーロッパでは王侯貴族などの封建時代のエスタブリッシュメントから新興ブルジョアが経済的自由を獲得することが大きな社会的課題であったのに対して、米国には封建的なエスタブリッシュメントが存在せず、ブルジョアからプロレタリアが社会的自由を獲得する方がより重要な社会的課題であるという違いによります。小さな政府による経済的自由を復活させる立場の呼称として最近よく使われるようになったのがネオリベラリズム、新自由主義です。この呼び名は米国の経済学者ミルトン・フリードマンによって提唱されました。自由な競争を守るためには政府が独占禁止法を制定するなどある程度介入が必要という点で古典的自由主義とは異なるというのですが、古典的自由主義は無政府主義ではなくて政府が一定の役割を果たすことを前提としているので大きな違いがあるとは言えません。そこで今日古典的自由主義を復活させようとする立場を反対派が非難するときに新自由主義という言葉が使われるようになりました。そうなったのには事情があります。1973年にチリでピノチェトがクーデターを起こして社会主義政権を倒して実権を掌握しました。彼は一方で独裁的で抑圧的な政治を行いつつも、他方ではフリードマンの弟子たちを招いて新自由主義的な経済政策を打ち出しました。反対派を拷問で圧迫するピノチェトの強権政治に政策面で加担したフリードマンは国際的に非難され、それ以来新自由主義という言葉は反対派が自由主義の横暴さを強調するために使われるようになった次第です。市場原理を経済にだけ適用し、他には適用しないのは不純な自由主義であり、私としては新自由主義という呼び方は採用したくありません。そこで代わりに登場したのがリバタリアニズムという言葉です。リバタリアニズムは新自由主義とは異なり、経済的自由だけでなく政治的自由をも重視します。おそらく私が考えている市場原理市場主義に一番近いのはリバタリアニズムだと思います。しかしこの言葉はもともと無政府主義的な自由主義を意味したので、無政府主義ではないことを強調するために、ここでは市場原理市場主義という言葉を使うことにします。第3章、市場原理に対するよくある誤解。日本の論壇では、成果主義、競争原理、経済効率、民間委託、規制緩和といったキーワードが並ぶと、新自由主義と非難されるものと相場が決まっていますが、新自由主義はともかくとして、これらの概念は市場原理市場主義にとって必ずしも本質的な概念ではありません。このことを逐一確認しましょう。多くの人は社会主義は競争を否定する平等主義だから労働者は怠け者になると思っていますが、これは誤解です。現実に存在した社会主義国家のお手本となったソ連、ソビエト社会主義共和国連邦の現実を見ましょう。ソ連は労働者にノルマを課す信賞必罰の成果主義を採用していました。ちなみにノルマはロシア語でソ連から日本に輸入された言葉です。
ソ連は平等な社会ではなくヒエラルキー型社会だったので、そこでは日本の役所と同様、上を目指そうとする熾烈な出世競争がありました。このように社会主義国家にも成果主義や競争原理はありました。しかし、それは市場経済での成果主義や競争原理とは異なります。社会主義経済では上が下を選別する競争が行われているのに対して、市場経済では最終的には消費者が生産者を選別する競争が行われます。ヒエラルキーは上に行くほど数が少なくなるので、社会主義経済では市場経済よりも意思決定を行う者の数が少なく、多様性に欠けています。この違いが重要な差を生み出します。成果主義や競争原理は大きな政府の対極にある無政府状態でもあります。例えば、中央政府が事実上存在しない戦国時代における戦国大名による領土奪い合いの競争を考えてみてください。もしもちょうど消費者が商品を選択する自由があるように、係争地の住民が投票で領土の帰属を決めることができるのなら、市場原理が機能していると言えますが、勝負は単なる力と力のぶつかり合いによって決まるので、市場経済での競争とは異なります。故に、競争原理イコール市場原理ではありません。市場経済での競争は、経済効率を高めるために必要であると考えられています。しかし、本当にそうでしょうか。社会全体で考えるなら、国有企業が規格品を安く大量生産して消費者に配給する方が、多くの企業がそれぞれバラバラに勝手に生産して売れ残りの在庫を作るやり方よりも経済効率が高いはずです。もちろん市場経済では競争により各企業に価格引き下げ圧力がかかるのは事実です。しかし消費者は価格の安さだけで購入を判断しません。各消費者には多様な好みがあり、市場経済は多様な好みに柔軟に対応できるという点で優れているのです。国や地方自治体は経済効率重視と称して本来公的に行うはずの事業を民間業者に委託しています。民間委託は小さな政府への一方策とされています。しかし、随意契約で業者を選定するなら、市場原理が機能していないということになります。新自由主義を批判する人たちは、よく公的権力が特定の営利企業と癒着していると非難しますが、そうした癒着の弊害は、公的権力が公営企業に特権を与える弊害と同じですから、むしろ大きな政府の弊害と見るべきです。民間委託は契約の解除が容易ですが、民営化は再公営化が困難なだけに慎重にしなければなりません。水道事業のような自然独占が成り立つ事業は民営化しても消費者には選択の自由がないので市場原理は機能しません。民間委託や民営化と並んで規制緩和も小さな政府のモットーとしてよく使われます。確かに市場原理を機能させるには不当な参入規制を撤廃する必要があります。しかし独占禁止法のようにむしろ市場原理を機能させるためには必要な規制もあります。したがって全ての規制を敵視する必要はありません。規制緩和をすればするほど良いという考えは小さな政府を目指す市場原理至上主義というよりもむしろ無政府主義です。規制が全くない状態、無政府状態では
市場原理は機能しません。大きな政府と小さな政府と無政府の違いをスポーツ競技に例えて説明しましょう。審判役を務めるのが政府で、競技者やその監督は民間企業とその経営者ということになります。大きな政府とは、審判が競技者として競技に参加したり、監督を務めたりする状態に相当します。これではフェアな競技はできません。フェアな競技をするには、審判はどの競技者もエコひいきをしない中立性を守らなければなりません。これが小さな政府の理念です。他方で無政府状態とは審判もルールもない状態で、これでは競技が成り立ちません。市場原理が機能する小さな政府とは不公平でも無秩序でもない社会を目指している理念であるということです。第4章、なぜ今市場原理市場主義なのか。リベラリズムの意味の変遷で確認したように、18世紀後半以降の第一次工業革命の時代には、小さな政府が好ましいと思われていました。ところが、第二次工業革命が起きた19世紀後半から小さな政府が疑問視され、大きな政府が好ましいと考えられるようになりました。リベラリズムの意味が変質したのもこの頃です。1970年代の情報革命の時代になると、大きな政府の弊害が顕著となり、再び小さな政府が評価されるようになりました。今日、大きな政府の典型である社会主義は崩壊し、小さな政府の典型である米国が覇権国として世界に君臨しています。このような変遷はなぜ起きたのでしょうか。一般に小さな政府が望ましいか、大きな政府が望ましいかは、市場が価格調節的であるか、数量調節的であるかによって決まります。大雑把に言って、第一次工業革命の時代には、市場は価格調節的で、第二次工業革命の時代に数量調節的となり、情報革命の時代になると、再び価格調節的になったということが背景にあるのです。この歴史的経緯をもう少し詳しく見ていきましょう。価格調節的市場の典型は農作物の市場です。レッセフェールを最初に主張した経済学者が18世紀後半のフランスの重農主義者であったことは偶然ではありません。レッセフェール思想の影響を受けたアダム・スミスが自由放任でも神の見えざる手が働くと考えた頃、工業革命はまだ始まったばかりで、ヨーロッパの市場に出回っていた商品の大半は依然として農作物でした。農作物は保存が効かないので、売り手は売れなければ値段を下げてでも売り尽くそうとします。また当時は本格的な労働組合はなく、資本家は賃金を自由に決めることができました。このように価格伸縮性に富む市場では、国家が余計なことをしなくても、価格の切り下げにより、過剰在庫や失業は自動的に解消されました。それゆえ小さな政府が良しとされたのです。19世紀後半になって工業化があらゆる分野で進み、長期保存が可能な商品が増えると、生産者は価格を下げることによってではなく、生産量を縮小することによって不況に対応しようとするようになりました。またこの時期になると、労働組合が各国で誕生し、労働者の生活を保障するために
最低賃金を守らせようとしました。このような価格硬直的な経済では不況になると在庫調整のために生産を縮小され失業者の数が増加し、その結果不況がさらに深刻化するという悪循環になります。この悪循環を断ち切るためには政府が公共投資を増大させるなど積極的に市場に介入する必要があります。それでこの時代大きな政府が正当化されるようになったのです。しかし1970年代以降、工業社会的な価格硬直的経済に変化が生じました。1971年にブレトンウッズ体制が崩壊し、73年から為替レートが変動相場制になりました。そのため、輸入品の物価は自国通貨で換算すると短期間で変動するようになりました。また、イノベーションの速度が上がるようになりました。情報化社会の典型的な商品であるコンピューターは特にそうです。陳腐化した商品は農作物のように値段が下げられるようになりました。労働商品の価格も伸縮的となりました。労働組合の力が弱まり、時間給に代わって能力給のウエイトが増えたからです。小さな政府の時代になったことは、マンデル・フレミングモデルでも説明できます。マンデル・フレミングモデルによると、固定相場制下では、財政政策は有効ですが、金融政策は無効です。変動相場制下では、財政政策は無効ですが、金融政策は有効です。1973年から変動相場制に移行したことで、公共支出の拡大でデフレから脱却しようとするケインジアン的な大きな政府の手法よりも、金融緩和でデフレから脱出しようとするマネタリスト的な小さな政府の手法の方が有効とみなされるようになりました。金融緩和も市場経済への介入であることに変わりはありませんが、政府が直接生産活動をしないという点では、小さな政府の手法であるということができます。工業化社会が資本集約型社会で、規模の大きさが重要な経済であったのに対して、情報化社会は知識集約型社会で、多様性の大きさが重要な経済です。これまで述べてきたように、多様性が重要ということは、市場原理が重要であるということです。そういう趣旨で書いた市場原理は市場原理かは1999年の本なので扱っている内容は古いですが基本的な認識は今も変わっていないのでなお読む意義はあると思います。興味のある方はお読みください。